ことが思わしとか分かってないね。そんなことだけ週末にならびっくりゴシップがする。あなたのゴシップアップコード小説そんなのはずるいでいっちゃったりがマップした手にしかきっと踊れないそんな映画がある。聞いて私本当はもっとストレスとブルーライト消して遊びに出かけましょう。育てない日々があれこれ思い切って後回して踊りたい天然のカーナバルみたの主役だ。育てない恋は歌からもっと下から振り回して止まらない払いの心がうついてる。グリ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 ダンス彼女になりたい彼女になりたい年の騒ぎにしないで彼女になりたい彼女になりたいテレビショーと I wanna be your girl。 テンション高め証少々じゃめげない当たりき突っ込まれから私心折れない当たりき東京は変わりがいっぱいですがこんなタイプはなかなか出会えませんよ。内心のひときしてるけど一度のハート見せてあげる。でもちょびっと期待してるの私テレビデートだぞい。彼女になりたい彼女になりたい年の騒ぎにしないで彼女になりたい彼女になりたいテレビ少女 I wanna be your girl。 ハロステ、今回のお相手はアンジュレムの長野桃葉とお茶の間の平本瑠璃です。ハロステはコンサート映像、メンバーのちょっとしたパーソナルな話題やハロープロジェクトの魅力をお届けしていく番組です。さらにレコーディングやリハーサルなど活動の裏側にも迫ってお送りしていきます。毎週水曜日と金曜日に新着動画がアップされますのでよろしくお願いします。それではまず最初のコーナーはハロー SNS チェックイエーイ。今回は長野桃葉ちゃんの SNS チェック3月2日のブログです。はい、ずっと載せたかったんですけどフリーハローでお茶の間の平本さんとお写真を撮っていただきました。イエーイ。はいありがとうございます。ありがとうございます。この時は、全然記憶が緊張しすぎて全然覚えてないんですけど、一回冬ハローの時に、一回なんか話しかけてくださったことがあって、そうですね、はい。でその後に私も話しかけに行きたかったんですけど、もう私がすごい緊張しちゃう性格でなかなか行けなくて、でこう最終の公演の日にもうお写真だけはちょっと撮りたいなと思ってお茶の間さんの楽屋の前をこううろうろしてでも全然声かけに行けなかったんですけど、為永さんが、もう一緒に行ってあげるからみたいな感じで、もうすごいついてきてくださって、で無事にこう写真を撮ってくださって、撮れましたという報告です。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。まずこの話しかけに行く時も、私の同期である平山由紀ちゃんと西崎美久ちゃんがこう助けてくれて、こう話に行かせていただいたんですね。私が長野桃葉ちゃんの元へ、そう元へ、お話に行って、
そうなんだよね、はい、でそしたら今度は為永さんがルイちゃんって呼んでくれて、なんだろうと思ったら長野桃ちゃん楽屋の外にいてお写真いいですか、ありがとうございますみたいな感じで写真を撮らせていただきました。ありがとうございます。そしてなんとこうしてね、はい、MC を一緒にできるということで、はい、嬉しいです。嬉しいです。ありがとうございます。ハロステ。続いてはハロープロジェクトの各グループのレコーディングやダンスレッスン、ミュージックビデオ撮影やコンサートの裏側に密着していくハロカミをお届けしていきます。先月リリースになったロージークロニクルサードシングルからバラ色アンソロージーのレコーディングをご覧ください。どうしようか、頭から。はい。はい。じゃあ頭の6行。はい。はい、やってみましょう。可愛いだけの花じゃないの、ほらほらなんだか気になっちゃうでしょでしょでしょ。口先だけの夢じゃないの、心で一緒に叶えちゃいましょう。 Are you ready？ はい、バッチリ。ロージークロニクルのこの自己紹介曲をずっと欲しいねってメンバーでみんな言ってたので、こういただいた時にこう初めて聞いて、なんかロージークロニクルらしいというか、こうメンバーそれぞれの個性がしっかり歌詞に入ってて、その私たちもこうアンケートで、例えば吉田ひなはちゃんだったらひなはは普段こういう子ですとか、こうメンバー同士で出し合ってその歌詞を作っていただいたから、なんかよりメンバーの個性をなんか自分から見てもっていう部分もあると思うし、メンバーから見た部分でもっていう歌詞を作っていただけたので、なんかロージークロニクルのことがギュッと詰まった歌詞になってて、音もすごい可愛らしくって披露するのが楽しみだなって思います。サビ一気にいける？はい。じゃあやります。好き嫌いもバラバラ、スペシャルもいろいろ、束ねたらバラ色恋しちゃってどうぞ。基本その感じで、もうだからこのめっちゃ明るく、はい、サビっぽくしたい、歌詞ごとのなんか変化めっちゃ出したい、はい、いつもよりニュアンス強めぐらいな感じにしたいな、歌詞ごとの。はい。いただいて練習してる時はその音程が意外と難しくって、聞いてこう何回も何回も音確認して来る時ももう不安のまんま、ずっと聞きながら来て不安のまんまだったんですけど、やっぱ撮り始めるとめっちゃ楽しいし、その勝手になんか音程を意識しなくてもその楽しさで自然とその音程になっていく感じがしたので、きっと本番もこの楽しさを生かして頑張ればみんなで綺麗に音程回して歌えるのかなって思いました。好き嫌いもバラバラ、スペシャルもいろいろ、束ねたらバラ色恋しちゃってどうぞ。たまにちょっとバラバラ、そりゃあるっていろいろ、でも未来はバラ色ね、楽しみでしょ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 、あいこでしょ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 、きっとねにしょ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 。素晴らしい。セリフに行きましょう。はい。Are you ready？ お名前は？橋田ほのか。ご趣味は？野球観戦。キャプテン意気込みは？狙うは武道館。狙うわでもっとなんか狙うわっていうなんかこう行きますよっていうテンション、はい、カーンで本当に声量もそうだけど単純になんかこう明るさ成分というかパーンってなればいいな、より。はい。曲全体がほぼセリフっていうのは初めてだったので、なんかニュアンスだったりとかその言い方、私がこう言う時なんか名前とかも普段どうやって言ってるっけとか思ってきちゃったりもしたんですけど、その言い方だったりとかニュアンスがセリフしかないからこそ一番大事になってくる部分だと思うので、ライブになったらきっとテンションが上がったりとかその場の雰囲気で変わるけど、レコーディングはもう曲になるものなので、そのライブの感じをまだ披露してないけど想像しながら自分のテンションをこう上げてニュアンスをつけながら歌いました。お名前は？
橋田ほのか。ご趣味は野球観戦。キャプテン意気込みは狙うは武道館。いいです。これにします。はい。橋田さん一人目にやることが多く、それは彼女がリズムピッチもいいプラスこっちが言うこういうニュアンスで歌ってみたいな、僕が言ったことに対してすごくこういろんなパターンで返してくれるし、こうイメージに近づけやすいので、まず彼女を取ることによってこう曲全体が見えるみたいなことがよくあるので、それを他の子にも聞かせたりしますし、一人目でしたけどこういろんな歌い方をチャレンジしてくれたし、彼女もともとこう可愛い明るい声の持ち主なんで、もうこの曲にはぴったりだし、キャプテン意気込みはの言葉に対して狙うは武道館というのも橋田さんと相談してこの言葉にしたので、それも良かったかなと思ってます。じゃあやっていきましょうかね。お願いします。はい。広い世界に比べちゃちっちゃな私たち、それぞれの目いっぱいの愛を咲かせよう。咲かせよう。そう、強くなるけど、強くなるけど、なんかかっこよくというよりこうなんか明るい方向、可愛い方向にしたいな。はい。歌うところで急に高くなるので、音程がで高くなってリズムも難しかったりして、なんか本当にレコーディングできるかなって思ってたんですけど、なんか歌ったらやっぱり楽しいし、音程が高くて難しいけど、もっともっと高く余裕で歌えるくらいにはなりたいなって思いました。広い世界に比べちゃちっちゃな私たち、それぞれの目いっぱいの愛を咲かせよう。お、いい。セリフやろうかな。自分のですか？はい。お名前は上村玲奈、ご出身は鹿児島じゃっと。あざといポーズは好きなの？いいよ。出身地が鹿児島県なので、鹿児島県一人しかいないので、方言で見せれるように鹿児島じゃっとっていう方言を入れて、あざといポーズはで好きなのって私が聞くんですけど、その後にこうメンバーと多分お客さんも好きって言ってくれるレスポンスが入ってるので、そこも楽しいなって思いますし、たくさん言ってほしいなって思います。人の名前を呼んでるとこの歌をやろうかな。はい。上レナ。あ、そっか。上レナ。そう。はい。上レナ、上レナ。さすが上レナうまい。本人なので。本人なので、最後のサビでガヤを取りましょう。バラ色だけ同じなんです。そう、バラ色だけ。バラ色？そうかぶさりますね。あとフッフフ。フッフフ難しい。フッフフ。出ないです。出るよ。フッフフ。そうそれでいいよ。なんかテンションは高くしたいけど上すぎると、そんぐらいかな。そんなにですか？好き嫌いもバラ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 、スペシャルもいろ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 、束ねたらバラ色、恋しちゃってどうぞ。たまにちょっとバラ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 、そりゃあるっていろ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 、でも未来はバラ色ね、楽しみでしょ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 、あいこでしょ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 、きっとれにしょ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 。ガヤのところは本当にそれぞれ個性が出るように多分した方がよくて、そのガヤ取る時はいつも自分らしさが出るようにしてるんですけど、この曲取るところが本当に多いのでちょっと難しかったんですけど、絶対ライブで完成したら楽しいなと思いましたし、メンバーの自己紹介のところとかはもう本当にそれぞれ聞く質問が違ったり、なんか個性が出るので楽しくなるなーって思いました。うはーとか好きも一応取ろうかな。はい。俺らのハートはピロパオッケー。自分のとこ。ご出身は鹿児島じゃっと。あざといポーズは好きなの？好き。いいよ。
声が意識しなくても多分可愛くなるタイプなんですけど、こういう曲はよりその可愛さを全然出し切ってもらった方が良かったんで、その可愛さがすごい合ってましたし、この可愛らしいロージークロニクルの雰囲気の曲になったと思いますし、上村さんのそのなんか可愛らしさをこう出せる方言だったり可愛いセリフ、彼女が言うとよりいいんじゃないかと思ってそういうセリフにしてます。じゃあやっていきましょうかね。はい。じゃあ相馬自己紹介のとこやります。はい。相馬夢お菓子歌とダンスとみんな抜ける時に本当に歌い切ったぞっていうニュアンスにしてほしい。はい。さらっと終わらないでほしい。はい。でこれもよく言うけどリズムをタン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 ってこっちで取ってほしい。だからなんていうの、タン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 ってならないようにタン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 、こっちにアクセントが欲しい。はい。歌詞が送られてきた時にまず私は曲聴かないで歌詞を見る派なんですけど、歌詞を見た時にみんなのそのメンバー一人一人のすごい特徴を捉えてて、すごいなんか歌って実際にライブでやったらどんな風になるのかなってすごく楽しみにしてました。相馬夢お菓子歌とダンスとみんなこれにします。はい。相馬さんの紹介のとこだけこう歌メロにしてメロディーをつけてやってみたんですけど、そこをしっかりやっぱり歌で表現して説得力ある感じ、おーって思わせる感じに取れたので、これでライブも楽しみだなって思います。じゃあ相馬さんが紹介する橋田さんのとこやろうかね。はい。お名前は橋田ほのか。ご趣味は野球観戦。キャプテン意気込みは狙うわいいです。サビのガヤを取ります。バラバラ。そう。好き嫌いもバラバラ。バラバラ。スペシャルもいろいろいろ。バラ色。恋しちゃってどうぞ。たまにちょっとバラバラ。バラバラ。今夜あるっていろいろいろ。でも未来はバラ色。ね楽しみでしょ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 。あいこでしょ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 。きっとねみしょ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 。うまいよ。しょしょしょ。図工欲しいです。お名前は村越彩菜。電波は Wi-Fi。洗濯はコインランド。準備は万図工。オッケー。お願いします。村越彩菜ちゃんとか、吉田ひのはちゃんのところのガヤで「うはー」とか「図工」っていうところがあったんですけど、結構そういうなんか感情のガヤをやったことがなかったので難しかったんですけど、あとは結構ニュアンス、ラッサビとかが結構ネガティブになったりポジティブになったりっていうそういう歌詞があるので、そこをネガティブっぽく歌ったりするのが結構難しかったです。たまにちょっとバラバラ、そりゃあるっていろいろ、でも未来はバラ色で楽しみでしょ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 、あいこでしょ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 、きっとレミしょ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 。ロージークロニクルバラ色アンソロージーのレコーディングをご覧いただきました。はい、ということで私たちはねパフォーマンスもね見させていただいてたんですけど、実際に、こうやっぱみんなの個性が詰まってる、そういう形の楽曲はやっぱいいですね。いいですね。私的には、花ちゃんがいつも早口言葉を言うじゃないですか、こうそれが自分自身が言えた時の自分自身が一番嬉しそうっていうところが島川花らしさが詰まってて可愛いですね。そんなね魅力を皆さんたくさん見てね見つけてってもらえたらいいなと思います。はい、そんなところが大好きだよ。アンジュレムの長野桃葉とお茶の間の平本瑠璃がお送りしているハロステ、お別れのお時間となりました。それでは私たちのこれからの動きを見てみましょう。はい、
お茶の間ははい4月11日から、はい、お茶の間ライブツアー2026スプリングオーバードライブチャレンジが始まりますね。はい、今回は武道館を終えて、さらに上にもっともっとチャレンジして頑張っていくぞという心意気でみんなツアーに挑むので、ぜひ楽しみにしていてください。アンジュルムは4月18日にアンジュルム2026スプリングツアーインとヨーが和光市民文化センターからスタートします。いや私もすごい楽しみなんですけど、2回目のツアーということで、なんか前回の時よりもやっぱ武道館公演とかを終えてより成長した姿を見せられるように頑張りたいなというふうに思います。ハロステはハロープロジェクトのコンサート映像、メンバーのちょっとしたパーソナルな話題をはじめ、レコーディングやリハーサルなど活動の裏側にも迫ってお送りしていきます。毎週水曜日と金曜日の19時に新着動画がアップされますので、高評価とコメントとチャンネル登録をよろしくお願いします。今回のお相手はアンジュルムの長野桃葉とお茶の間の平本瑠璃でした。さようなら。